皆さんこんにちは。ヒロージャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルでは10分ぐらいの短いエピソードをお届けします。ぜひ通勤途中や休憩時間などに聞いてみてください。今回のテーマは察するです。察するという言葉聞いたことありますか？意味は相手の気持ちを感じることです。相手が何も言わなくても表情や様子を見てこう思っているんだなとわかることです。例文を3つ紹介します。1つ目、友達が元気がないのを見て何かあったと察した。友達の顔や様子を見て、その友達が何も言わなくても私はなんかあったんだなと感じたということです。2つ目、先生の顔を見て今日は機嫌が悪いと察した。先生はいつも通り授業を教えてくれるんですが、先生の顔、そこから感じる雰囲気、そういうところから今日はなんか機嫌が良くないっていうふうに分かったということです。3つ目、お母さんの気持ちを察して静かにしていた。お母さん見ていたんですが、お母さんがいつもと比べて疲れていると分かって、今日はうるさくしないで静かにしておこうと気を使ったということです。例文を3つ紹介しましたが、使い方分かりましたか？察すると似た言葉として空気を読むがあります。察するっていうのは相手の気持ちを感じることなんですが、この空気を読むは周りの様子や雰囲気を感じることです。簡単に言うと、察するっていうのは個人の気持ちに寄り添うスキルのようなもので、空気を読むは集団や状況に合わせるスキルということです。このように空気を読むとか察する文化っていうのは日本の独特なものだと思います。で、どうしてこのような文化があるのかというと、日本では昔からみんなと仲良く争わないことが大事にされてきました。そのため相手を傷つけないように言葉を選ぶ、相手の気持ちを察して行動することが思いやりとして大切にされてきたんです。あと、日本人ははっきり言わないことが多いですよね。ちょっととか、考えておきますねなど、言葉の裏に気持ちが隠れていることがあります。だから相手の言葉の裏を読む力、察する力っていうのが自然に育ってきたんです。例えば、大丈夫って聞いて、大丈夫ですって友達が答えても、この大丈夫って本当に大丈夫なのか、それとも遠慮して言わないだけなのか、これも察することが大切になります。また、集団の中で生きる社会として日本は個人よりもチームグループを大事にする社会です。ですので、自分の意見を強く言うことよりも周りの空気を感じて合わせることがいいとされています。このように空気を読む、そして察する文化っていうのが出来上がってきたんだと思われます。というので、今回のテーマは察するです。私は日本にいるとき、結構察してしまうことが多いですね。具体的に言うと、結構人をじろじろ見てしまうんです。じろじろ何を見るかというと、
その人の顔、行動、発する言葉など細かいところまで見てしまいます。気にしちゃうんですよね。例えば怒っている人とかイライラしている人が目の前にいたらどうするかというので察します。この人はきっと怒っているからクールダウンの時間が必要だろうと思って何も話しかけずにその場からスッと離れます。またはそっとしておきます。また泣いている人とか表情が暗い人がいたらどうしますか？これは私にとっては難しくて、大丈夫って声をかけて話を聞く場合もあれば、人によってはいや何も話しかけない方がいいだろうな、この人は一人で整理する時間が必要だろうなと思って声をかけずにそっとしておくという場合もあります。というので日本人は自分の気持ちとか本音を言葉としてなかなか表さないので、察するっていうことが必要になってくると思います。私が最近見た日本のドラマがあるんですけど、そこである女性が泣いていました。でその前に男性が現れたんですが、その女性の求めている行動をしてくれなくて、ねえ察してよって言っていたんですよね。っていうので、特に女性がこの察してよ、察してほしいって感じることが多いんだと思います。私もそうですね。で、なんでかっていうと、この本当は言わなくても私の気持ちに気づいてほしいっていう気持ちがあったり、あとは日本だとはっきり言うと強い印象を与えてしまうので、柔らかく伝える方法として察してよっていう場合もあります。なので本当は手伝ってほしいんだけど、手伝ってって言うとちょっと強い印象を与えるかもしれないので、察してって言うと言わなくても分かってくれるよね。あとは日本だと言わなくても分かる関係が理想とされることも多いです。恋人とか友達、家族の間で言葉よりも心でつながっていたいっていう思いがあるんですね。なので言わなくても分かってくれる人こそが本当に私を理解してくれる人というふうに捉えることもあります。こういうふうにいろいろあるんですけれども、でもやっぱり察してが多くなるとどうしていいのかわからなくなりますよね。きっとこうしてあげればいいのかな、こうすると相手は良くなるのかなと思っていても、相手がそれを求めていないっていうこともありますよね。なので本当に察するって難しいですよね。私は現在韓国に住んでいるんですけど、韓国に住んでいると察するではなくて、いかに言葉で伝えるかが大事だって思うんですよね。あと日本人としてはこれぐらい言わなくても分かるよね、当然のことだよねって思っていても、韓国の方からするとそれじゃ分からないっていうので、その当たり前とか常識っていうのがやっぱり日本人韓国人でも違うし、人によっても違うと思うんですけれども、それをちゃんと一つ一つ説明して、だから私はこう思うんだって言わないと分かってくれないっていうこともありました。なので日本では察するってなると、結構相手のこと、相手の顔、行動、言葉っていうのを結構一つ一つ見てたんですけど、韓国ではそういうことはしないで、もう思ったことをちゃんと伝えるっていうのが大事だっていうのは、感じていますね。ですので今
日韓カップルとか日韓夫婦とかが増えてきていると思うんですけれども、日本人女性と、付き合ってみたいとか付き合っている方がいた時に、日本人女性、私も含めて察するっていうことをしてくれると嬉しいって思いますね。言わなくても分かってくれたとか、私のことちゃんと見てくれているんだって思ってしまうので、そこでちょっと愛情を感じるっていうのもあるんですよね。ぜひ日本人と関わる際に察するってどういうものなのかを体験してほしいです。では今日出てきた言葉を復習します。察する、察する、空気を読む、空気を読む、そっとする、そっとする、常識、常識。今日の動画はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。